アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。前回よりミスト式でのモス育成が始まりました。その時にお話ししましたが、低床にどんどん水が溜まっちゃうので、それの対応をしたいと思います。まず、左端のアクアグラベルを少しどかして、こういうのをささっと気にせずできるのは砂利のいいところかもしれません。で、水槽の内側と外側に先割れの奇数ゴムを貼ります。水温計と同時に買ったやつですね。そこにプロホースに付属していたホース固定の部品をちょっと借りて、ここにね、カチャッとつけます。で、今回用意したシリコンのエアチューブをここに取り付けます。このチューブはいろいろ使い道がありそうなんで、値段も安かったし、10メートル買っちゃいました。これでサイフォンの原理を使って、低床に溜まった水を抜きます。だけどこのままだとどんどん水が抜けてっちゃうんで、コントロールバルブをつけておきます。で、空気が噛んじゃったら、ここにあるシリンジで引き抜けるようにしておきます。この水槽に溜まる水なんですけど、そのままの方が、湿度的にはいいかもしれないんですが、ここがね、ちょっとよどんできちゃうと、もう絶対いいことなさそうなんですよね。僕のミスト式の維持方法では、結構ね、下の方に水が溜まっちゃいそうなんですよね。詳しくは前回の動画をご覧ください。なので、下に溜まる水も、なるべく綺麗な状態を保てるようにと、溜まったらすぐ水抜けるようにっていうことで、こうしてみました。で、さっき言ったサイフォンの原理っていうのは、多分アクアリウムやる上でも必須だと思うので、これからアクアリウム始めてみたいなって人がいたらね、先に調べて実験で遊んでみた方がいいと思います。では前回足りないと思っていたモスの追加をします。また同じくプレミアムモスとウィローモスなんですけど、購入したのは水槽を買ってきた地元のショップの東京ペット貿易ってところですね。前回と同じようにまた進めますが、1点だけ違う点があります。この買ってきたモスは店内で育成されたものなんで、他の水槽とかね、生態とね、一緒に水槽に入ってたやつなんですよね。なので余計なものが混じってる可能性って多分ちょっとあると思うんで、その分価格も安くてね、ウィローモスなんかね、多分チャームの3倍ぐらい入ってましたね。その辺をどう考えるかっていうのは、おのおのにお任せして、とにかくもう一手間かけて、後々後悔しないようにしたいと思います。こちらの水草その前にっていう商品を使います。水に溶かして水草を10分つけておくと残留農薬、付着生物、腐敗菌などの除去ができるっていう風に書いてありますね。ただ薬品なんで水草にダメージが出る可能性もあるそうで、水草の形とかサイズに応じてつけとく時間をね、僕の方で変えてみたいと思います。というかね、この粉全然溶けないですね、水に。で、その水溶液をバケツ2つに分けて準備しておきます。今回はモスなんで細くてヒョロヒョロしてますよね。なので3分だけつけておくことにしました。3分の根拠はね、何にもないです。で、これを両方のモスに作業します。バケツにぶち込んで待ってるだけですね。モス入れても見た目にすごい泡立ったりとか、水の色がね、すごい変わったりっていう変化はね、全然なかったんですけど、水面にうっすらね、油膜みたいな軽い濁りが出てきて、これが取り除いた成分なのかなとか思ったけど、ちょっと本当のところはわかんないです。そんなような変化がありましたっていうことで、こっからは前回と同じ手順でタッパーに移してゴミ取りをしてからウィローモスは切り刻んでおきます。プレミアムモスがね、ステンレスの網にテグスみたいなのを貼ったのにくっついてたんで、もし水槽でモスが増えすぎちゃった場合、どうやって別で育てたらいいかっていうのの参考になりそうですね、これ。選別なんですけど、結構ね、他の水草やっぱり混じってました。ここでウィローモス取り除いたのもあるんですけど、これはね、芯の方が黒くなってね、悪くなったような感じだったんで取り除きました。で、前回と同じように配置していきます。ね、モスが育つとどう広がるのかとか、どう間隔を空けたらいいのかっていうのがね、正直全然わかんないんですよね。最終形ぐらい敷き詰めちゃうのがね、一番早いんですけど、それだとね、ちょっとお金がかかりすぎちゃうんで、もうほんとなんとなく隙間を空けてっていう感じでやっちゃってます。でね、今回最後に一つ実験をしてみたいと思います。モスがね、くっつくのは表面がすごいザラザラした石の方がいいって言われてるんですけど、今回小さめのツルツルした石にモスを置いて、どの程度くっつくかっていうのを試してみたいと思います。で、この小石は7番目の動画で使った軽粒石のセットに入ってたものです。着生の実験ももちろんするんですけど、こういう風にね、小石にモスが茂ってると、水槽の中で移動ができるんで、レイアウトにすごい便利じゃないかなって考えてます。YouTube
YouTube にある ADA のレイアウト動画なんか見てても結構こう石に巻いたモス出てきますよね。場所をね、結構いろいろ変えたりとかしてるんで、やっぱりこれいいんじゃないのかなって思ってます。で、ちょっと大きめの石にもね、貼り付けてみました。で、この小石のモスは、水槽の中の管理しやすい場所に置いておくことにします。照明が当たって霧吹きしやすい位置にあればっていう感じですね。そして作業完了です。前回よりかなりモスがね、苔むした感じになりましたね。追加したんで当たり前なんですけど、レイアウト完成した時の10番目の動画で、後に作業をして、ブランチウッドが馴染むはずだっていう話をしてるんですね。それがこのプレミアムモスのことで、石とブランチウッドごと、苔むした感じにしちゃって、その隙間からそれぞれの素材が見えるような雰囲気に僕がしたかったんですよね。そういう方向にモスを持っていくには、やっぱり糸で巻くよりミスト式が最適だと僕は考えてます。では今回使った金額です。シリコンのエアーチューブ10メートル、これが593円。これはチャームで買ってます。で、そのチューブの先端につけたコントロールバルブが3個入りで229円。プレミアムモスが1480円を2つ買って2960円。ウィロームスが600円。これすごい量が多かったやつですね。この3つは東京ペット貿易で購入しました。いつもお世話になってます。で、水草その前にが182円。ここまでで109,273円使いました。モスの準備は今回で OK ですね。だけど、モスだけの水形にするつもりは全くないし、で、ミスト式で育成できるのはモスだけじゃないです。なので次回、ミスト式で管理できて、かつ僕が水形に欲しいと思っている水草を追加したいと思います。最後になってしまいましたが、先日チャンネル登録が100人を超えました。他と比べてどうかってことより、100人以上来てくれてるっていうこと自体がね、もうありがたいです。これからも僕自身楽しんで作っていきますので、よろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございます。それではまた。